はい、皆様こんにちは。中の人が長尺ポエム野郎でおなじみのずんだもんなのだ。今回はストリートファイター2がテーマとなっております。書籍およびインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをおやつめでスルーできない方はブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。1、概要。今更解説も不要と思われるほどの名作であるストリートファイター2ザワールドウォリアーはカプコンが1991年に開発し、もともとアーケード向けに発売された格闘ゲームであるストリートファイターシリーズの第2作であり、1987年のストリートファイターの続編である。カプコンの CP システムアーケードシステムボードを使用した14番目のゲームである。ストリートファイター2は特別なコマンドベースの動き、コンボシステム、6ボタン構成、それぞれが独自の戦闘スタイルを持つ、より幅広いプレイ可能なキャラクターの選択肢など、初代のゲームで導入された多くの概念を大幅に改革した。開発者、プロデューサー、岡本良樹、ディレクター、西谷明、デザイナー、西谷明人、安田明、音楽、下村陽子、阿部勲。ハードウェアを見ていこう。カプコン CP システム。メイン CPU、モトローラ68000、10MHz、12MHz、ダッシュ移行。サウンド CPU、ザイログ、Z80、4MHz。サウンドチップ、システムボード版、CPS チェンジャー版、ヤマハ、YM2151、3.57958MHz 置き電気。MSM6 に19号 7.576kHz 4チャン。最大色数4096色 12bit RGB。 タイルあたりの色数16色、ピクセルあたり4ビット。スクロール3面。スクロール機能、水平、垂直方向、ラインスクロール。解像度 384×224。当時の YM2151 搭載ハードウェアとしては一般的な構成である。ROM 容量 7.3MB、 今しれっと 7.3MB と言いましたが、ビットでいうと 58.4Mbit。 スーパーファミコン版が当時大容量の 16Mbit の 3.6 倍である。いかに当時の家庭用から見ると絶望的な大容量だったかがわかる。この膨大な容量はキャラクターデータである。この容量でキャラクターはモニターの中で生き生きと動いたのだ。ゲーム内容。本作は直接的な人間対人間の競争プレイで人気を博した2人用モードを特徴としており、全く知らない人同士の対戦という概念を作り出した。格闘ゲームのジャンルを推進することでビデオゲームアーケードビジネス市場の拡大に貢献した。草の根トーナメントイベントに刺激を与え、最終的にはエボリューションチャンピオンシップシリーズレボとなった。ストリートファイター2はアーケードの競争の原動力を個人ベストのハイスコアを達成することから大規模なグループを含む直接対決へとシフトさせた。ストリートファイター2はアーケードビデオゲームの黄金時代以来のベストセラーゲームとなった。1994年までに米国だけで推定2500万人がプレイしていた。大成功を収めたため、機能やキャラクターを追加したアップデート版がシリーズでリリースされた。世界中でストリートファイター2の全バージョンのアーケード筐体20万台以上とソフトウェア1500万本以上が販売され、総収益は推定100億ドルに達し、2017年時点で史上最も売り上げの高いビデオゲームのトップ3にランクインし、2019年まで最も売れた格闘ゲームとなった。スーパーファミコン用カートリッジは630万本以上販売され、20年間でカプコンの単一ソフトウェアゲームとして最も売れ、単一プラットフォームで最も売れたゲーム、スーパーファミコンで最も売れたサードパーティゲームとなった。スーパーファミコン版のストリートファイター2ターボとスーパーストリートファイター2はそれぞれ410万本と200万本を売り上げ、メガドライブ、ジェネシス版のストリートファイター2スペシャルチャンピオンエディションは165万本を売り上げた。合計するとスーパーファミコンとメガドライブ、ジェネシスのコンソールで1400万本以上が売れた。2、移植紹介。背景画像に各移植版を後ほど投影する関係上先に移植版を紹介する。
スーパーファミコン版は本文で触れるので割愛する。 PC エンジン版ストリートファイター2ダッシュは1993年6月12日に PC エンジン用ヒューカードアクションゲームとしてカプコンが制作し NEC ホームエレクトロニクスより販売。ヒューカード 20Mbit ロム、なぜか1ヶ月後にスト2ターボがスーファミで発売されるという状況であった。 PC エンジン版の問題はまずはコントローラであろう。セレクト、パンチ、キック切り替え、スタート、弱攻撃、A、中攻撃、B、強攻撃。さすがに厳しい。専用コントローラ購入がマストであっただろう。サウンド面はそもそも音源が違うので基本厳しい。それでも可能な限り再現すべく努力を感じられる。ボイスと SE は全て PCM でアーケード版と同じ音を鳴らしているため音質自体は劣っているもののスーパーファミコン版スト2よりかは迫力ある出来になっている。画面構成はスコアこそ画面上部に分けられているもののゲージ部分は背景に直に表示されておりアーケード版に近い雰囲気を出すことに成功している。 PC エンジンの性能上 BG やスプライトではゲージ単独では表示できないためチョキマークが黒く表示されてしまっているのが違和感があるがこれは仕方ない。同様に複数 BG を使わないと表現できない。残リ X ステージの金網もカットされておりまたダルシム面の像も左右1匹ずつ減る。その他に10スクロールは一切表現されていないが床はラスタースクロールし背景の人も動いてくれるのでそのあたりは PC エンジンとしてはよく再現したと言えるだろう。各キャラクターのカットされたグラフィックなどはスーパーファミコン版やメガドライブ版とほとんど変わらず画面が上下に圧縮されキャラクターが小さくなってるのも同様だ。ボーナスステージも他機種同様ドラム缶がカットされ車と樽のみとなっている。少なくとも8ビットでは当然最強のストリートファイター2である。メガドライブ版ストリートファイター2ダッシュプラスとして1993年9月28日発売。全世界での販売本数は165万本。 24Mbit ロムカセット採用。これは根性の移植である。メガドライブは BG を2面持っていたがアーケードは3面持っていた。ここでメガドライブで困るのが体力ゲージである。メガドライブのウィンドウ機能は BG8 同時水平方向に表示ができない。発売前に発表された画面は上全部を黒帯として画面が狭かった。これにセガが NG を出したとか出してないとか言われている。この問題点を修正するためスト2ダッシュプラスの発売日は当初の予定より3ヶ月延期。セガに対する「やってやんよ」と言わんばかりのカプコン製プロとしての意地とプライドが炸裂。完成版では画面を窮屈にしていた黒帯がなくなり他機種と同じゲーム画面に。それどころか他機種ではカットされた OP デモムービーも忠実に再現。問題のウィンドウ部分問題は BG A 部分をスプライトで描画。問題のバルロク面も技術で再現。ユーザーには一切気がつかれなかった。サウンドは PCM によるマルチチャンネル PCM 再生を再現している。そのためサンプリングレートは落ちる。 X68000 番1993年11月26日発売。 X68030 でも動作する。キャラクターやステージが変わるたびにフロッピーディスクを交換する必要があった。ハードディスクにインストールするかメモリーを 6MB ほど増設すれば回避できる。コンシューマー用の公式ジョイスティックである CPS ファイターを接続する CPS アダプターが付属していた。 X68030 以上で起動すると多重 PCM ドライバーがインストールされアーケード版と同等の ADPCM4 和音で音声が再生される。3. カプコン代表取締役社長辻本健三からのメッセージ。新しい CP システムアーケードボードは2つの点でカプコンにとって非常に重要です。まず以前のハードウェアよりもはるかに多くのメモリが搭載されています。ゲーム開発者は新しいエキサイティングなデザインのアイデアを自由に探求し最新の技術開発を活用できるようになります。 CP システムによりすでに開発者のレベルが向上しています。2番目に大きな問題はコピー防止です。
法な海賊版は海外で大きな問題となっていますが、 CP システムは現在コピーできない唯一の PCB ハードウェアであると私は考えています。ボードには様々なコピー防止方法が含まれており、その高度なハードウェアにより今日のコンポーネントを使用して模造品を作ろうとする海賊版業者にとって困難になるはずです。海賊版は当社に損害を与えるだけでなく、正規のボードを入手していると思っているお客様にとっても迷惑です。当社はコピー防止を CP システムの主な成果の一つと考えています。4. 開発者インタビュー。インタビューをお届けする岡本氏はアメハレハウ、西谷氏は四国メタン、上山氏は春日部紬でお届けする岡本良樹。ニックネームキハジ。性別男性。役割プロデューサー。好きなもの戦略ゲーム、女性、酒。嫌いなもの男性、喫煙。生年月日1961年。出身地愛媛。身長170cm。体重63kg。血液型 O 型。星座双子座。趣味スピリチュアルなオーラで傷を癒すこと。まだ成功していない。現在の願望入院すること。自己紹介。私は田舎育ちなのでテレビゲームをほとんど見たことがなく、ゲームセンターは不良がたむろする場所だと思っていました。しかし街に行ってみるとゲームセンターがたくさんあり、しかも明るくて楽しい場所だったので本当に驚きました。私はカプコンの設立当初から在籍し、数多くのタイトルに携わってきましたが、最近は最前線に立つことはなくなりました。西谷明。ニックネームミン。性別男性。役割プランナー。好きなもの美味しい食べ物、アーケード PCB。嫌いなもの玉ねぎ、芋虫。グロテスクなもの、曖昧なもの。生年月日1967年。出身地東京、埼玉近郊。身長170cm。体重61kg。血液型 O 型。星座乙女座。趣味面白いもの PCB 収集。現在の願望世界中を長くのんびり旅すること。自己紹介。子供の頃からゲームが好きで、デパートの屋上でよくゲームをしていました。インベーダーブームが起こった頃からゲームセンターにハマっていましたが、ある日学校から禁止令が出て急遽やめました。しかし1年のうちに禁断症状が出てきてまた通い始めました。すぐに再中毒になってしまいました。それからは毎日欠かさずゲームをしていました。本当です。唯一休んだのは学校の校外学習で山に行った時くらいです。学生時代は某雑誌社で内緒で働いていたんですが、卒業後はひょんなことからカプコンに入社することになりました。周りからはカプコンで一番給料が低い男とからかわれましたが、それでも頑張りました。その低賃金時代を有効活用していろんなタイトルを手伝いました。気軽に遊べるゲーム作りが当時の私のスローガンでした。ゲームプレイとは何でしょうか。この問いに答えることこそが私のライフワークです。これは私が常に研究し考えている分野です。ビデオゲームだけでなく、私たちが日常生活でプレイするゲームについてもです。上山真一。ニックネームシン。性別男性。役割プログラマー。好きなものたこ焼き、酒茶漬け。嫌いなものエビ、カニ、納豆。生年月日1967年。出身地大阪、田舎。身長177cm。体重72kg。血液型 A 型。星座牡牛座。趣味楽しいこと、ものづくり、音楽。現在の願望どこかにゆっくり旅行に行きたい。簡単な自己紹介。私は昔からゲームに強い興味を持っており、ゲームセンターでかなりの時間を過ごしてきました。初めてパソコンに出会った時は衝撃を受けました。こんなすごいものがあるなんてと、その世界にのめり込んでしまいました。もともと情報処理の方向へ進んでいたのですが、家庭用ゲームもパソコンで作られていると知り、カプコンに入社しました。今はパソコンを遊びに使えることを理解し、その気持ちでみんなが楽しめる面白いゲームを作れるように心がけています。
ストリートファイター2の開発はどのように始まったのでしょうか？最初は格闘ゲームを作りたかったんです。でも完成したのはストリートファイター2ではなくファイナルファイトでした。最初はストリートファイター89というタイトルだったんですが、プレイヤーの皆さんからストリートファイターじゃないというクレームが来たんです。それで最終的にストリートファイター89はファイナルファイトになってストリートファイターの続編を別に作り始めました。そういう意味ではストリートファイター2はプレイヤーが作ったゲームなんです。初代ストリートファイターはプレイしましたか？原作の魅力がわからないと続編を作るのは無理なので、そうですね、かなりプレイしましたね。プランナーとプログラマーの間ではコミュニケーションはうまく取れていましたか？文章だけでは自分の思っていることが伝わりにくいこともあり、フォローが必要になることが多く、行き違いが生じることもありました。でも西谷さんは本当に重要なこと、つまりやらなければならないこととそれほど重要ではないことの区別がとても上手だったと思います。そのおかげで仕事が楽になりました。プログラミングの課題としてはステージの背景と示唆スクロールを使って 3D 感を出すことに苦労しました。うまくいかないだろうと不安だったので、実は最初に取り組んだのがこれでした。戦闘中だと気づきにくいですが、よく見ると背景の奥行き感や存在感がすごいですね。ストリートファイター2は今や大ヒット作となっていますが、ここまで爆発的にヒットするとは予想していましたか？いいえ、個人的にはここまで大きくなるとは思っていませんでした。ボタンが6つもあるし、操作も複雑だし、普通の人にはとっつきにくいかなと思いました。だから実は波動拳や昇竜拳といった複雑な技が使えなくても勝てるというように、ゲームバランスをいろいろ調整しています。接戦にしたかったんです。お互いのライフが少ない時に一発で逆転できる、そういうワクワク感を味わえるように意識して作りましたし、なかなかいい出来になったと思います。ストリートファイター2は海外でも大人気だと聞きました。アメリカはすごいですね。キャブの周りに集まる人の数が日本より断然多いです。シングルプレイもやらないし、対戦ばかりで次から次へと続きます。アメリカのキャブは全部縦型で、上手い人が勝ち続けると誰かが席を持ってきてくれるのを見たことがあります。決められた時間でトーナメントがあって、みんな入場料を一律で払って入ります。結局のところ、アメリカは本物のストリートファイトが行われる場所なのです。アメリカ人の場合、2人目のプレイヤーが勝手に参加して相手をやっつけても誰も怒らないんです。日本ではそうはいかないんですよ。西谷さんはアメリカで対戦試合はされましたか？そうですね、何試合かやりました。でも向こうのチームはめちゃくちゃ強いです。ガードするよりも攻撃する方を優先しているようなので、意表をつかれます。負けまくりました。ザンディエフにも負けました。アメリカから帰ってきて対戦格闘技がパワーアップしたと言えるのは1人だけ。みんなから向こうでプレーするのは初めてメジャーリーグに行ってボコボコにされる新人野球選手みたいだと言われました。アメリカではどんなキャラクターをプレイするのが好まれますか？基本的に複雑な技は出せないんですよ。昇竜拳は論外。だからチュンニーやブランカ、100手平手打ちのエドモンド・ホンダなどもっとシンプルな技のキャラを狙うんです。僕がプレイしていた時は竜や剣を選んだんですが、彼らはそのキャラが弱いと思ってすごくアグレッシブにプレイしていたんです。そこで僕が昇竜拳を繰り出すと突然彼らはびっくりするんです。うわぁ、どうやってやったの？見せてよ。って昇竜拳を出し続けていたら相手は近づけない、そういう状況なら僕が勝てたんですよ。笑い。僕の顔を覚えてもらったらまたこいつかゲームに加わるなってふざけて言うのがおかしかったですね。台湾にはストリートファイター2の3ボタンバージョンがあるって聞いたんですが、本当ですか？ありました。ご存知の通りスト2はカスタムコントロールパネルを採用しています。でも台湾ではそれが嫌がられるんです。ゲームがプレイできればボタンが少なくても構わないんです。聞いた話ではボタンの組み合わせで他の攻撃もできるらしいんです。ボタンを2つ同時に押すとか。でも残念ながらその場合一部の技は出せないんです。台湾でも人気のゲームです。ファイナルファイトよりもストリートファイター1、スや天地を食らうの方が好まれているようです。カンフー発祥の地なので当然ですね。開発途中で断念せざるを得なかった技やキャラクターはありましたか？ザンディエフにはヘッドバットという技がありました。あれは今も通常技として残っていて、真上にジャンプして
上をキープしながらパンチを押すことで出せます。ただ本来は相手を空中に投げ上げて落ちてきた相手を下からヘッドバットで殴る技だったんです。でもあれはいろいろな理由で入れられなかったんです。あの能力が残ってたらザンギエフはもっと強くなったでしょうね。かつてはザンギエフが最強キャラだったんですよ。今となってはその強さは伝説にしか存在しない。彼はどう強かったのですか？企画書では防御力が高いと書いていたんですが、強すぎたんです。何度殴っても死なないし、ダメージも大きい。試合時間が終わってしまうことが多くて、それで勝ってしまうことがほとんどでした。それで少し弱くしたんですが、やりすぎたかなと思います。全キャラの強さを平等にしたかったんです。チュンリーも強かったですよ。チュンリーはバックアタックを仕掛けた。それは近距離攻撃の一つで、前に押し出してキックするところだったと思います。彼女は相手を素早く飛び越えて、相手の後ろに現れてキックをしていました。ファイナルファイトのポイズンとロキシーの攻撃みたいでしたね。なるほど、なぜカットされたんですか？チュンリーは全体的に強すぎたからです。もともと足が速いのに、あの攻撃を加えるとさらに強くなってしまいます。バランスを取ろうと思ったのですが、時間が足りずカットしてしまいました。ダルシムも非常に強かったです。攻撃のダメージは抑えましたが、それまではダメージは普通で、攻撃速度も速かったです。パンチやキックも竜や剣と同じくらい速く、全く避けられませんでした。ヒットボックスも手足の先まで届いていませんでした。もしあのキャラクターたちを当初のままの強さで残していたらどうなっていたと思いますか？あそこまで強いキャラクターを揃えてしまうと、卑怯な技を何度も使って勝ったりできてしまいます。それでは面白くないので変更しました。CPU 速度、ハードウェアの制限、メモリ、これらの問題はあらゆる開発においてつきものです。しかしゲームを設計する際に、ゲームの設計段階でこれらの言い訳に屈してしまうとアイデアは萎縮してしまいます。その代わりに私たちは誰かがいいアイデアを思いついたら何でもやって実現しようという姿勢でした。まず流行りたいことを全部書き出して、絶対に無理そうなものは排除して、残ったアイデアをたとえ成功する可能性がわずかでも実現する方法を探しました。それがストリートファイター2の設計方法でしたが、このアプローチの裏返しとして実際に全てを完成させるには大きな負担がかかるということでもありました。今後のカプコンでの展開にもこの前向きで楽観的な姿勢を持ち込みたいですね。そう言うと自分で自分の首を絞めているような気分になりますが、別のインタビューがある。ストリートファイター2の制作、ディレクター、デザイナー西谷明。ファイナルファイトの開発についてお話しします。ファイナルファイトは実はストリートファイター2になる予定でした。私は別のゲームの設計プランに熱心に取り組んでいましたが、カプコンからメモリの少ないものを作る必要があると言われ、ロムの価格が上がったばかりだと言われました。典型的なベルトスクロールファイティングゲームを作るように指示されました。これがファイナルファイトの開発を始めたきっかけで、ストリートファイターにはすでにある程度の知名度があったので、そのタイトルを使うことにしました。私はこのプロジェクトにあまり乗り気ではなかったため、AM ショーで展示した時は当然のことながら散々批判されました。そのプロトタイプがストリートファイター89でした。今では誰もがファイナルファイトとして知っていますが、最終的にその名前に落ち着きました。しばらく経ち、ファイナルファイトを終えてあまり何もせずリラックスしていた時、マネージメントから連絡があり、オリジナルのストリートファイターの続編を作らないかと相談されました。私にはこんなアイデアが浮かんでいた。プレイヤーが直接対戦する2台のモニター付き筐体？いや、もっといいのはネットワーク接続された筐体を複数台使って10人のプレイヤーでバトルロワイヤルをやることだ。ステージは砂に覆われた砂漠はどうだろう。リングから一歩も出たら落ちて死んでしまうタワーの頂上。空気の供給が限られている水中ステージはどうだろう。あるいは両腕を縛られた状態での連鎖デスマッチはどうだろう。しかし経営陣が求めていたのはストリートファイター1のストレートな続編だった。ゲームの基本的な要素を変えてほしくなかったのだ。大人だ。奴らは儲けることしか考えていない。俺も大人じゃないのか。しばらくはかなり落ち込んでいたが、やがて私の中の逆張りが芽生え、もっと熱意が湧いてきた。よし、これが限界なら 100% に下にの努力がどんなものか見せてやる。さて、いざ本題に入ってみると、
私は初代ストリートファイターをほとんどプレイしたことがなかった。ゲームセンターで1、2回プレイしたくらいことに気づきました。しかし、ファイナルファイトはたくさんプレイしていました。ファイナルファイトの経験が豊富だったので、カプコン社内のストリートファイター1の大会で優勝したこともあります。そこでふと、なぜストリートファイター1をゲームセンターでプレイしなかったのか、と疑問に思いました。あまりいいゲームではなかったからです。そうだ、初代ストリートファイターがコピー品に見えるくらいいいゲームを作る。自分が納得できるいいゲームを作る。そう心に誓い、ストリートファイター2の開発に着手しました。ストリートファイター2の最初のマップ、右側のテキストには、これが1988年秋、プロジェクトの最初の実際の会議で発表されたことが説明されている。このゲームは様々なスタイルのファイターが参加する大規模なイベントを開催するために購入された配当で行われる予定だった。キャラクターデザイン。最初からプレイヤーキャラクターは8人、ボスは4人必要だと決めていました。それが適切なラインナップだと思いました。最初に決めたキャラクターは竜と剣、レスラー、ザンディエフ、野獣、ブランカ、忍者、バルログです。他のキャラクターについてはまず国籍を決めて、そこからイメージを膨らませました。実際のキャラクター名はずっと後になってから決めました。開発中は次のように呼んでいました。ケン、イ、ホンダ、イ、鈴木、ブランカ、ビースト、ガイル、ソルジャー、チュンリー、中国娘、ザンディエフ、ウォッカ、ゴルボフスキー、ダルシム、インド、M、バイソン、タイソン、バルログ、スペインの忍者、サガット、メガ、鷲崎。ストリートファイター2では前代未聞の 58.4 メガビットのメモリ容量を採用することにしました。その目的はこれまでのゲームとこのゲームの間に明確な線引きをすることでした。もちろんそれはコストがかかることを意味し、大量に販売する必要が生じました。これは私の肩に多大なプレッシャーをかけましたが、今更そんなことを心配している暇はありませんでした。開発が始まった以上、進むべき方向は一つしかありませんでした。前進です。キャラクターデザイナーは各キャラクターのラフスケッチから始めました。これが基本デザインになりました。次に各キャラクターの動きを決めました。歩き方、ダメージアニメーション、ジャンプアニメーションなどです。この時点で各キャラクターの動きと特殊技も考えなければなりませんでした。細心の注意と大胆さを持って攻撃を決めました。この段階でゲームの魅力の半分くらいが決まるので、真剣に取り組む必要がありました。いよいよ実際にキャラクターを組み上げる時が来ました。まずは足の動きをアニメーション化し、それを筐体のスクリーンに映して実際の姿をみんなに見せる。待ちに待った瞬間です。チーム全員がモニターの周りに集まるのは初めてです。ほとんどのキャラクターデザイナーが自分の作品がついにスクリーンに映ったと感涙する瞬間です。この時点でキャラクターはジョイスティックで動かすことができます。ただしこれは単なる移動です。ヒットボックスはなく、ジャンプの高さ、速度、角度は最終バージョンとは大きく異なります。ここで画面上の波動拳の数を2つに制限することにしました。それ以前は制限がなく、波動拳を次から次へと発射するのは本当に面白かったです。私たちは異なる速度、弱、中、強パンチの波動拳を3つ同時に画面上に表示して遊んでみました。初期段階の背景、以下のテキストには風に吹かれて避けなければならない発射物や敵に飛び散る水などの環境障害物が戦闘自体に影響を与え、戦闘の一部となるように意図されていたと書かれている。左の画像のカノン像も時々プレイヤーに向かって物を投げてくる。慌ただしく作業を進めていくうちに時間が経ち、ついに最も恐れていたキャラクターの締め切り日がやってきました。締め切りが近づくにつれ、キャラクターデザイナーたちの状況は厳しくなっていきます。キャラクターを完成させるためには睡眠時間も節約しなければなりません。しかも最初は膨大に思えたメモリも今ではほとんど使い果たしてしまっています。メモリが足りません。そうなるとキャラクターの登場アニメーションをカットしなければなりませんでした。ここでカットしたのですが、カットした痕跡が見られるのはベガだけです。もちろんここまでは楽な作業でした。その後は誰かが自分のキャラクターからスプライトを削除し、
間髪入れずに別のデザイナーが空きメモリを奪い合うという熾烈なメモリ争奪戦が繰り広げられました。他にも数々の試練がありましたが、人間は必ず道を見つけます。そしてこの段階を過ぎると、事態はしばらく落ち着きました。ゲームのバランス調整。ここからは、企画やゲームデザインが本当に忙しくなります。ゲーム全体のシステムと AI アルゴリズムを考えなければなりませんでした。以前の格闘ゲームは操作性があまり良くなく、コンピューター AI もかなり悪かったです。そのため、AI 対戦相手の動きや行動を改善することを、ゲームバランス調整の出発点にしました。そこで私は重大な決断を下しました。ストリートファイター2では、対戦相手もプレイヤーが操作できるキャラクターです。コンピューターが操作するときにキャラクターの動きが違っていたら、違和感があります。柔軟な AI アルゴリズムを開発する時が来ました。これまでとは違うシステムを作りたかったのです。しかし、時間が経った今、これは大きな賭け、一生に一度の賭けだったと認めざるを得ません。上司やプログラマーたちは皆、大丈夫、心配するな、うまくいく、うまくいく、と言って私を安心させてくれましたが、実際のところ、私は自分たちがやっていることにあまり自信がありませんでした。そして、このシステムがうまくいく可能性は50-50だ、と思っていました。しかし、ゲームデザイナーとしては、時にはブラフをかける勇気も必要です。振り返ってみると、100% 成功したとは言えませんが、結果的にはうまくいきました。ありがたいことです。ザンギエフ、別名、オスカ・ボルバフスキーのコンセプトアート。左側のテキストには、金のためにストリートファイターになった。それがこのトーナメントで戦う理由でもある、と書かれている。右側には、彼がルールを無視し、対戦相手全員を永久に無力化したために公式プロレスから追放されたことが書かれている。彼は現在、地下レスリングサーキットで生計を立てている。そしてある日、私たちは待ちに待った最初のロケテストを行いました。ゲームデザイナーにとって。その前日の夜は期待と不安が入り混じった夜でした。実際にはやるべき仕事が山積みで、考える暇などほとんどありませんでしたが、その夜は一睡もできませんでした。お客さんは来るだろうか？年齢層は？収益は？しかし、ほとんどの場合、期待は裏切られます。予期せぬことが起こり、計画通りにはいきません。ストリートファイター2は、その点では珍しいものではありませんでした。難易度設定が適切に調整されていなかったため、プレイヤーは1クレジットで長時間プレイするケースがありました。また、コントロールも複雑すぎて、プレイヤーはコツをつかめませんでした。何よりも厄介だったのは、バグの嵐でした。画面がフリーズしたり、キャラクターが突然あるエリアから別のエリアに飛び移ったり、コンピューターの対戦相手が全く動かなくなったり、などなど、バグが発生するたびに、調査してロムを交換して修正する必要がありました。その後もロケテストは何度も行われ、私もゲームバランスを完璧にしようと、かなりの時間をかけてプレイしました。しかし、世の中にそんなに簡単なことなどありません。頭の中で問題の解決策を考えてはいたものの、いざ腰を落ち着けて作業を始めると、自分の考えに多くの問題があることが分かったのです。ちょっと考えてみてください。各キャラクターには10人の敵がいます。攻撃の様々な組み合わせの数を考えると、チェックする必要がある項目が天文学的な数であることがわかります。さらに、単一のパンチやキックだけでなく、複雑なコンボについても話しています。一つを修正すると、別のものが機能しなくなります。多くの矛盾が起こり続けました。結局、根気強く何度もプレイテストすることになったのですが、そこに落とし穴があります。自分のゲームをプレイすればするほど、そのゲームに詳しくなり、不思議なことに、何が退屈で何が面白いのか、何が難しいのか簡単なのかという視点が全くわからなくなってしまうのです。これは何かを作る立場に立たなければ理解しにくいことだと思います。バルログ、ベガのコンセプトアート、テキストには字のように書かれている。バルログは忍者たす闘牛士というコンセプトから生まれた。左、十字軍としての当初のイメージは、西洋の宗教的感性を尊重して放棄された。見知らぬ人に初めて座ってもらって自分のゲームを遊んでもらうと、自分が予想していたことがそのプレイヤーに全く違う影響を与えることにショックを受ける、そして心配になることがよくあります。最終締め切りまで、私はまだゲームをプレイしていないカプコンのスタッフを無理やり連れてきて、座らせてプレイを強要していました。最後まで苦労したのは、コンピューターが操作する敵の AI でした。当初、
AI は何でもできるものになるように計画し、各キャラクターに特別な特徴的な動作をプログラムするつもりでした。しかしこの時点で私は自分の罠に陥っていました。全てのキャラクターに非常に多くの異なる攻撃と動きを与えていたため、コンピューター AI がそれら全てに適切に対応することは不可能でした。プレイヤーがダルシムを使う時が一番大変でした。ダルシムには本当に力を入れましたが、結局ダルシムの能力は他のキャラクターとあまりにも違っていたので、 AI に全てを処理させるようにプログラムすることができませんでした。結局ダルシムを使ってコンピューターに対してできる卑劣な動きがたくさんありました。放棄されたアイデア。最終締め切りまであと1ヶ月となりました。ここまで来ると時間には限りがあります。冷静に判断して、実は全ては私のわがままでした。時間制限により何をカットするかを決めなければなりませんでした。以下は私たちが立てていた計画のうち放棄したいくつかのリストです。これは本当にやりたかったのです。頭、胴体、足のどれを攻撃したかに応じて弱点を追加します。そこに攻撃した場合、より多くのダメージを受けます。蒸気以外の特別な弱点を追加します。ブランカのローリングアタックやバルログのフライングバルセロナにその名残を見ることができます。コンピュータは誰と戦っているかに応じて戦術を変えます。少しはそうしますが、AI が各対戦相手にどのくらい近づくべきかを知るなど、より詳細なことをしたいと考えました。プレイヤーはめまい状態になると通常よりも多くのダメージを受けます。対戦相手のライフがほとんどなくなっていて、あなたがその対戦相手をノックアウトした場合、別の特別なノックアウトアニメーションが表示されます。例えばあなたがジャンプキックをし、瀕死状態の対戦相手もジャンプキックをし、そのジャンプキックでその対戦相手を倒した場合、特別なノックアウトアニメーションが表示されます。その名残の一つは波動拳をガード中に死亡した時の KO アニメーションに見ることができます。有名なアッパーカット、昇竜拳のコンボは当初計画していたものではなく、ゲームの設定を調整した結果偶然生まれたものです。初めてこの技を発見した時は目が点になって驚きました。それ以来ずっと魅了されてきましたが、今では昇竜拳を食らうプレイヤーはいません。誰かこの技をやらせてください。本文にはこう書かれている。インド人キャラクターの最初のアイデア、当初は奈良だったと名付けられていたが、最終的にはダルシムに落ち着いた奈良だった果手塚治虫の漫画「ブッダ」の登場人物を指すこともある。ここで残念ながらカットしたり放棄したりしなければならなかった謎の必殺技のいくつかについてお話ししましょう。まずチュンニー。彼女は実際にバックフリップ攻撃を持っていました。小さくジャンプして相手の後ろに回り込んで攻撃する技です。ロケテストでやった方もいるかもしれませんね。本当は残したかったんですが強すぎたんです。調整する時間が足りなくてカットしました。次はブランカ。ローリングアタックをヒットさせた時に相手に跳ね返る感じが最高です。でも最初はヒット後すぐに地面に戻ってしまいます。その時点でローリングアタックからヘッドバイトに直結する非常に致命的な技が繰り出せます。また操作方法も異なります。後ろに押し込んで溜めるのではなく、下を押して溜めてから前に押します。ダルシムのヨガマミーとドリルキックは交代しながらも繰り出せるので、プレイヤーを惑わすことが多いです。しかし開発当初はバックジャンプをした時に逆方向にも繰り出していました。これを使って素早く逃げることができ、壁際で繰り出すと面白かったですが、なぜこれを削除したかというと、コンピューターの AI がどう処理すればいいのかわからなかったからです。それからザンビエフ。今では意味のない技だとは思いますが、頭突きには意味がありました。相手を真上に投げ上げて落ちてくる途中で頭突きをするというものでした。でもいろいろ問題があったのでカットしました。頭突きだけはアイデアの名残として残っています。最後にメガの必殺技があります。彼は邪悪な皇帝なので、投げる前に拳を掴んで「お前の力はこれだけか?」などと言わせたいと思っていました。本当にゲームに取り入れたかったのですが、実際にゲーム内でその全てを見せるのは難しすぎると分かったので、そのアイデアは断念しました。もう一つ、この時間になってふと思いついたのが偽の必殺技というアイデアでした。必殺技のコマンドを入力しなくてもできるもの。でもプログラマーは今入れたらどんなバグが出るかわからないと躊躇していました。でも無理やり入れさせました。全く必殺技が使えない新規プレイヤーにその存在を知ってもらうというアイデアです。また対戦相手をノックアウトした後、必殺技を連続して繰り出し続けると
画面が進まなくなるという機能もありました。試合が終わらないように波動拳を何回連続で繰り出せるか、他の開発者と競い合ったことを覚えています。遊んでいる場合ではありませんでした。チュンリーのコンセプトアートテキストには、チュンリーのイメージはややコケティッシュなチャイニーズガールバージョン、左から強くて勇敢なチュンリー、右に変わりましたと書かれているインターポールの衣装に注目である。11時間目のバグ。締め切りまであと2週間というところで、ほぼ毎日徹夜で微調整、バグチェック、ロムアップデート、新しいロムの印刷、新しいバグの発見という作業を延々と繰り返していました。何度も生産ラインを止めなければならず、現場の方には多大なご迷惑をおかけしました。この場を借りてお詫び申し上げます。そして締め切りのわずか3日前に、私は恐ろしいことに気づきました。サブタイトル「ワールド・オー・リアー」を「ワールド・オー・リアー」と間違って綴っていたのです。今ならこの話も安心して話せますが、実はスプライト作業が全て終わってから数ヶ月経って初めて気づきました。ロゴはすでに作成されていたので、この時点で文字を変更するわけにはいきませんでした。強制的に「O」に見えるようにできるかもしれないと私は考えました。様々なスプライトを重ねてみて、最終的に「O」のように見えました。しかし我々を待ち受けていた恐怖はこれだけではなかった。ガイル、もともと強いキャラクターだが、実は以前はもっと強かったのだ。ストリートファイター2の完成版では、フラッシュキックを繰り出すと、スタート地点より少し前に着地するのは誰もが知っている。しかし、開発のこの時点では、キック後はスタート地点より後ろに着地することになる。これでは到底対処不可能だったので、プログラマーに変更を指示した締め切りの1日前だった。みんな、私が気が狂ったと思ったと思う。ついにバグチェックと微調整が全て終了し、空が晴れ始めました。そう、1991年2月14日、バレンタインデー、午前7時、最終バージョンがようやく完成した時のことを私は決して忘れません。終わった、終わった、本当に終わったなんて信じられない。一筋の涙が頬を伝えました。私は全員の手を取り、やった、ついに完成した、と叫びました。そこで私はチームメンバーにロムを託し、直接製造工場に送りました。彼が立ち去って自分のデスクの下に潜り込んだ。もうバグはない、もうバグはない。いや、もうバグはないはずだ、と小さくつぶやきながら、永遠ではないにしても、安らかな眠りに落ちました。リリース後、ストリートファイター2完成後、一番気になったのが無敵投げ技でした。修正する時間がなかったのですが、まるで不発弾のように焦りました。ゲームセンターに行って、それをやっている人を見ると、胸が痛くなりました。本当に。だから、お願いだから、せめて私の前ではやらないで。無理なお願いかもしれませんが、人間の闘争本能ってすごいですよね。ストリートファイター2の発売で、その闘争本能が解き放たれた気がします。ゲームなのに、負けた時の歯ぎしりがものすごく激しいんです。カプコンの社員の中には、連敗して地面に転がって身もだえしている人もいました。日本では対戦している人はあまり見かけませんが、海外ではその逆で、一人でプレイしている人はほとんどいません。バトルカウンターは常に99、赤の他人同士が当たり前のように戦っています。欧米の人はより好戦的な民族だからでしょうか。ゲームでの戦い方も大きく異なります。常にガードするよりも攻撃したがるという見応えのある戦い方です。このオープンな姿勢がとても好きで、欧米のプレイヤーにたくさん挑戦しました。とても楽しかったです。一つだけはっきりさせておきたいことがあります。ストリートファイター2の魅力は、他の人間と対戦することにあると私は信じています。最近、いくつかのゲームセンターで対戦トーナメントが始まりました。しかし、見知らぬ人が対戦に来ると、いつもお互いに変な顔をします。そこで、ゲームセンターの常連客全員にこう言いたいのです。みんな、もっと対戦しましょう。さあ、みんな、少しリラックスして、これらのゲームを楽しみましょう。そして、私に会ったら、少なくとも私に挑戦してください。ゲームデザイナーとして、自分が作ったゲームがゲームセンターに並び、そこにいる人たちが熱心にプレイしているのを見るのが何より嬉しいのは当然です。これも、表向きのスタンスではなく、心の底から感じることです。そして雑誌にストリートファイター2のことが載っていたら必ず読みます。いやー、まるで我が子のようで本当に嬉しいです。おっさんになってしまいましたね。苦労も残業も夜更かしも全てがゲームが発売された幸せな思い出に思えてきます。
だからストリートファイター2をこれからも末永く愛してください。また別のインタビューがある。岡野翔平アートワークチーム長中山隆之ストリートファイター5シリーズディレクター。岡野氏はアメハレハウ、中山氏は春日部紬でお届けするメディアミックスの走り。発売から33年、変わらぬ人気の理由はやっぱり91年のスト2が原点。チューニーの登場はエポックメイキングな出来事だった。アーケード機の女性キャラクターでおそらく初めて商品化された。フィギュアが売れ、イラスト本が出た。コスプレも人気だった。メディアミックスの走りでゲームと一緒にいろんなコンテンツが動き始めた。社内に本やグッズを作るアートワークチームが生まれるきっかけになった。私はスト2をゲームセンターで遊んだ世代。友達と競って、俺の方がうまい。自分がこのキャラを使って勝ってやる。と夢中になった。キャラに背景があって世界観に広がりを感じた。実はユーザーの思いが集約されてキャラが確立された。ファンが思いを膨らませ、はがきにキャラの性格、特性を書いてきてくれた。劇場版アニメではファンの思いも入れてキャラを作り込んだ。竜は、裸足で道着はボロボロ、世界を放浪しているから、陰謀では、と想像した。個性的なキャラたちも魅力。チューニーは足が筋肉で太いのに腕は細い。強さを表現する上でデザイナーがバランスを取るために手首にトゲのついた腕輪を描いた。あるデザイナーが一大ブームを呼んだプロレス団体の UWF ファンだった。エースの前田明選手らがはくレガースがかっこよくて、スト2ではベガがレガース、悪の帝王なのに笑い。プロレスラーがモデルのザンギエフは前田選手の投げ技キャプチュードを使う。自分が設定したストリートファイター5でもキャプチュードを入れた。私もプロレスファンなんで。スト2ではコマンド入力すれば波動拳や竜巻旋風脚といった必殺技が出せるようになった。難度の高い技がボタンの連打で出せる。子供たちは僕も出せると喜んだ。そういう仕掛けがしてあった。オンラインで世界大会。制作の苦労はゲームはドットと呼ばれる点の点滅でキャラの動きや背景を表現する。ただ容量の壁があってキャラのサイズに制限がある。例えば竜の鉢巻きは本当は長いのにゲームでは短いんです。制作法はアニメに近い。デザイナーがセル画を描いてパラパラ漫画風にめくって完成させ、それを元にプログラムを組む。ゲームのデザイナーはもともと映画やアニメに憧れていた人が多いんです。2017年のキャラクター投票で高校生の春日の桜が1位になった。男臭い格闘ゲームにセーラー服の女子が出たのだけだ。ストリートファイター5、16年リリースに最初は登場していなくて自作こそとファンの期待が高まり、投票に結びついた。スト2が発売された1991年当時、家庭用ゲームの性能向上や風営法改正でアーケードゲーム業界は打撃を受けていた。スト2はプレイヤー同士が好きなキャラクターを選択して互いに技を競える対戦格闘ゲームというゲームセンターの場でなければできない競技性の高い体験を発明したことで大ブームを巻き起こした。空手の剣、カンフーのチュンリーなど異なる格闘技の使い手である多彩なキャラクター陣と操作レバーと特定の攻撃ボタンを組み合わせた複雑なコマンド入力で発動する必殺技。この2大要件により対戦格闘ゲームというジャンルが誕生。さらに日本の漫画、アニメ風テイストとアメコミ風のダイナミックさが融合したビジュアルセンスもまた世界的な人気獲得の原動力となった。さらに別のインタビューがある。西谷氏は四国メタン、大堀氏はアメハレハウ、石黒氏は春日部紬でお届けする。西谷さんは初代のストリートファイター1987年カプコンについてはどのような感想を持っていましたか？私、プレイヤーとしてはかなりわがままというか、好き嫌いが激しいタイプだと思うんですね。でも、そういった些細なことでも妥協できないからこそ、細部まで作り込むタイプのゲームデザイナーとなったのだと思いますが。まあ、そうかもしれませんが、そういうわがままな視点から見ると、初代のストリートファイターはかなり苦手な部類のゲームだったんですね。笑い。例えば、どういったあたりが？操作性とか、かなりきついですよね。パンチの方はボタンを叩いた時の圧力を見ているので仕方ない部分もあるんですけど、ジャンプとかかなりぎこちないですし、なんだか気持ちよくないかな、と。初代の重い感じの操作性とか、狙ったものなんですか？これは私の想像なんですけど、
ゲームを作り慣れていないプログラマーだったことも関係しているんじゃないかなと思います。そのプログラマーさんはシステム系のお仕事ばかりしていた方で、WKO の概念がよくわからないと言われて、私が一緒にゲームセンターに行って、こういうことですって他のゲームをプレイしながら説明したこともあるぐらいで。そんなことがあったんですか。ただ、あの時代、大きなキャラをきれいに動かすノウハウってどこのメーカーでもまだなかったと思うんですね。だから仕方ない部分もあるような気もします。そうですね、その通りだと思います。前例がない状態で何かを作り出すのは並大抵の苦労ではないので。でも、西谷さんは自分なりの理想があって、そこを飛び越えたいと思っていたわけですよね。そうです。やっぱり自分が気持ちよくないと感じた部分は何とかしたいなと思いました。話がちょっとはぐれちゃうんですけど、僕はストリートファイター2を見て最初に思い出したのがゲットスター1986年東亜プランだったんです。ゲットスター、あれいいゲームですよね。僕と西谷さんって多分通っていたゲームセンターが被っていて、そのせいかゲットスターのハイスコアで2というスコアネームが登録されているのを見たことがあるんです。確か全逸ハイスコア全国1位のこと取ってますよね。取ってます。よく知ってますね。笑い。それでスト2の誕生に少なからずゲットスターの影響があるのかなってずっと思ってたんです。特に捜査官やボス戦とかあると思いますよ。ゲットスターのインストラクションカード石黒健一指定鏡、初代のストリートファイターの筐体は海外で作られたって話もありますが。ああ、それ私知らないんですよ。初期稼働の筐体は当たり製みたいですね。普及した筐体は日本のアートワークなのか、異なる2種類のデザインの筐体が並んで設置されていた時期もありました。工場のせいなのかもしれない。ボタンの色や配置も違ってましたね。おお、そうだったんですか。 AM 賞で配布されたカプコンニュース2筐体デザインは当たりとの記述が見える石黒健一指定鏡。初代のストリートファイターは当時すごいやり込んでいる人がいて、プレイしすぎて骨折したって話も聞いたことあるよ。骨折。僕もめちゃくちゃハマってました。私がプレイしてたのは開発バージョンで、その頃はベニヤ板を丸く切り抜いたものを重ねて作ったボタンだったため、表面がケバケバしてたんですよ。だから思い切り強く叩いていると、その打ち手の皮がだんだんすりむけてきて大変でしたね。ああ、開発中から初代をご覧になっていたんですね。はい。私とアキマンさんがある時岡本さんからこんなの作ってるんでちょっと見てみーと連れて行かれて、散々遊んで手がボロボロになったという笑い。そのストリートファイターの続編をなぜ担当することになったのでしょう。あれはどうしてだったんだろう。先ほどお伺いしたように初代を作っていた部署と西谷さんの所属していた部署は確か違うはずですよね。そうですね、違います。別の部署の作ったタイトルの続編を担当するというのはカプコンさんではよくあることだったんですか。いいえ、当時でも相当珍しかったと思います。多分そういう前例はなかったんじゃないかな。非常に不思議な感じがします。さっきもお話をしましたけど、海外でファイナルファイトを遊んでいるプレイヤーの調査をしていた時、初代ストリートファイターが海外でどのように遊ばれているのかも調べていたんですよ。当時日本では初代で対戦をしている人は皆無と言っていいほど少なかったんですけど、海外ではよく遊ばれていて、そういうことからこういうタイプのゲームを作ってくれというオファーは来ていましたね。では発端は海外だったと。そういうことが頭にあって、ちょうどファイナルファイトも終わって安田さんも手が空いたので、じゃあやりましょうってことになったんだと記憶してます。スト2の開発が始まった頃、まだ初代を作った西山さんはカプコンにおいでだったのでしょうか。はい、おいでだったと思います。そのことが影響しているのか分かりませんが、この前安田さんに聞いた話だと、続編を作るとき竜を出さないみたいなことになりかけていたとか。ただプレイヤーからするとそれは寂しいということで、前作の主人公の竜と剣の両方出すことになりました。引き継ぐといえば初代にも6ボタンのコンパネがありましたよね。それだけじゃなく、どこかの工場で見たと思ったんですけど、空圧の6ボタンのコンパネも試作だったのか分かりませんが存在していて、普通のボタンではなく
圧力センサーを搭載した6ボタンのコンパネがあったんですか。これすげえなって思ったんですけど、実用化はしなかったのかな。まあむちゃくちゃコストかかりますから、その後スト2でもおなじみの普通の6ボタンのコンパネが作られたという流れですね。これはアップライトのでかい筐体を入れられない比較的小さなロケーション用だったと思います。あ、でもアメリカで圧力センサーを使った6ボタンの初代ストリートファイターがあったという話は聞いたことがあるような気がします。そうすると少数ながら出荷があったのかもしれませんね。通常のボタンであっても6つも使ったゲームというのは作るのに度胸が必要なのかなと思うんですが。絶対に度胸は必要ですね。でも私はロストワールドでその道を通ってきてるのであんまり気にしませんでした。笑い。とはいえやっぱり最初のうちは営業とかからはすごい反対されましたよ。まあ当たり前ですよね。当時ボタンが多いゲームといってもせいぜい3個とかいう時代ですし、でも元となったゲームから減らしちゃうのもなんですよね。なのでちゃんと6つのボタンを使い分けると決めて強硬に押し通しました。6つは多いから4つにしようというような折衷案は出なかったんですか。いや、それだと中途半端になっちゃうんで減らすなら2個でしょう。笑い。ボタンが2個のスト2見てみたい気がします。ストリートファイターシリーズで面白いのはあんなにボタンがたくさんあるのに全部攻撃のためのものだという点です。そうですね、その部分は崩さず徹底してますね。個人的には大好きなのになんだか操作がしっくりこないゲームにディフェンダー1980年ウィリアムスがあります。ワープとかボムとか時期の向きを変えるとか様々な機能がそれぞれのボタンに割り振られていて非常に夢のあるコンパネなのですが、いざ遊ぶとなるとなかなか思い通りにいかなくて。ああ、なるほど、わかりますわかります。ボタンを押し間違えてもストリートファイターシリーズだととりあえず攻撃は出てくれますからね。しかもディフェンダーマタイ東版と日仏版とウィリアムス版で全てコンパネが違いますからね。私もあれは自分が満足するほどは操作できなかったですね。ウィリアムス純正のディフェンダーのアップライト筐体、当時日本ではほとんどプレイすることができなかった専用のコントロールパネルで、米国で大ヒットしたアステロイド1979あたりの5ボタン操作からの進化系石黒健一指定鏡対等版ディフェンダーのコントロールパネルはアップライト版とテーブル版でも異なる石黒健一指定鏡スト2を作るとき、初代を作った西山さんからアドバイスのようなものはなかったんですか？そういうのは一切なかったと思います。というのもさっきも言いましたが、ファイナルファイトが終わったぐらいの段階で岡本さんからそろそろお前ら自由にやってみろよと言われたこともあって、だから指示されたりアドバイスを受けたりというようなことはなく、本当に自由というよりのほうずにやらせてもらっていた感じですね。岡本さんにそこまで信頼されてたのはさすがだな。これも個人的になのですが、一番驚いたのはガードが完全な防御だったことなんです。相手が通常技を出した時ガードしていれば一切ダメージを受けないじゃないですか。アーケードゲームだと相手の技を完全に防御できてしまうとまずいんじゃないかといったようなことは考えませんでしたか？それは R タイプ1987年アイレムの影響かなと思います。フォースの存在ですか？まさしくその通りです。私 R タイプを最初に見た時ものすごくびっくりしたんですよ。壊れなくて弾も防御してくれてみたいなフォースがあって、こんなのあったらゲーム終わんないじゃんって笑い。いや実際は余裕で終わるんですけどね。でも最初本当にそう思ったんですよ。わかるな、笑い。 R タイプのインストラクションカードとチラシ、フォースは不死身とある石黒健一指定鏡。そういう体験があったので、スト2でも通常技では削れないかもしれないけど、必殺技はガードしても体力減るんだし、ずっと守りたい人は守っててくださいと笑い。ちょっとプレイヤーを驚かせたいななんて考えもありました。僕が一番びっくりしたのは弱キックかな。弱キックですか？空手とか実際の格闘技を見ていると強キックみたいな技は出てくるじゃないですか。でもああいった格闘技の試合で弱キックは出ない。笑い。あはははは、笑い。確かに
ジャックキックって実際には真似できない技だけど、それをちゃんと表現している。そのことにすごい感動したんですよ。ゲームならではの技だ。って笑い。あれはおそらくファイナルファイトから来てるんでしょうね。あのゲームでは技を空振りするとものすごい勢いで連続で出ますよね。でも開発初期は違って空振りするとと技と技の間にそれなりの間があった。それが自分でプレイしていてすごく気持ち悪かったんですね。それでなんとかできないかなってずっと考えていて、結局デザイナーはちょっと嫌がっていたんですけど、技の途中をキャンセルしてブンブンってなるようにしようと。なるほど。そうしたら技を空振りしているだけなのに、お、これ何か気持ちいいなとなって笑い。もちろんしゃがみ強キックをブンブン出すわけにはいきませんけど、それなら弱キックぐらいは気持ちよく出せるようにしようと、そんな風に考えて実装しましたね。やっぱり気持ちよさが重要なんですね。自分で遊んだ時の気持ちに嘘をついたらいけないと思うんですね。だから長く遊べるゲームが好きなんですけど、気持ちよくないゲームは長く遊べても楽しくないというか、疲れちゃうじゃないですか。ああ、なるほど。同じことを繰り返しと見られがちですが、やっぱりそこに何かないと魅力に欠けるわけですね。そうですね。それではこれまで遊んでこられた数えきれないゲームたちが西谷さんの感性を育てたといった感じなのでしょうか。それはありますね。いっぱいあると思います。ハイドライド2の時も言いましたけど、根性値とか笑い、あとはヒットストップってありますよね。攻撃が当たった時に敵味方の両者が一瞬止まる演出ですよね。そうです。ファイナルファイトでも使いましたけど、これを学んだのは脱獄1988年 SNK だったんです。あのゲームでそれを意図的に入れていたのかはわからないのですが、飛び蹴りをした時にちょっと引っかかるような感覚があって、プレイした時にああこれだと笑い。脱獄は海外でやたらとインカムが良かったそうですね。外国の人も同じように何かあるって感じてたのかもしれませんね。そういえばカプコンでもわざわざ海外から基盤を取り寄せて、これ遊んでおいてって言われた記憶があります。脱獄のインストラクションカードとチラシ、ジャンプはボタンで行う石黒健一氏提供。西谷さんの原点はご自身で遊んだ時の感覚だと。そうです。そこは長年ずっとゲームを遊んできた自分を信じてます。殴った時の音とか、殴られた方がズズッとずり下がる時の感じとか、そういうところにはとにかく強くこだわってきています。そのあたりのこだわりは理論的な裏付けのようなものはあるんでしょうか。私は結構理屈で考えるタイプかなと自分では思っています。そのせいもあって、先にこれぐらいのパンチの尺ならこれぐらいのダメージが妥当だろうとか、最初はそうやって作るんですけど、それだけだとやっぱりうまくいかない、硬い感じのゲームになってしまうんですよ。ですからそこで路線変更して、まずは気持ちよさを優先して調整してみようとなりますね。そういうのがなんだか私のルーチンになっているような感じもあります。デジタルだけじゃなくアナログな感覚も大事だと。それはすごくあります。特にアーケードゲームだと気持ちいいとか、何か引き込まれるものがないと次の100円玉を入れてもらえないじゃないですか。自分がゲーマーだったこともあって、そのあたりはすごくシビアに考えてますね。他でも言ってますけど、スト2のダメージを受けた時のずり下がりの軌道なども最初は加減速の式を使ってちゃんと計算していたんです。でもそれだけだとなんだか気持ちよくない。なので最終的には私が方眼紙にドット絵を描きながら考えて、これがいいんじゃないかなという、そういったやり方に切り替えました。西谷さんによると、ヨガの秘法ではなく正しくはヨガの秘法とのこと。石黒健一氏提供。次にお聞きしたいのは対戦についてです。対戦におけるバランスというものについてどのようにお考えですか？当時の話ですけど、バランス調整は一生懸命に頑張るけど、これは無理だと思ってましたね。笑い。やっぱり組み合わせの数が非常に多いのに、あの頃はチームの人数もそれほど多くなかったので、完璧に調整するのは不可能だなぁと。でも丸くするのは嫌だなとも思っていました。丸くするというのは、尖った部分があった方が面白いということですね。なので尖った部分は残しつつも、極端な差は生まれにくいような感じで調整したつもりです。大昔の対戦というと将棋とかチェスとか
同じ性能の駒を同じ数持っているといった感じの対称性が大事で、だからこそどちらが強いのかはっきりさせることができたんだと思います。そういった勝負の世界に一つのような非対称性を持ち込むことに不安などはありませんでしたか？バラエティに富んでいることの方が大切かなと当時は考えていたと思います。バランスを取るのは極論すると簡単で、全部同じ性能のキャラにしちゃえばいい。笑い。でもそれだと全く面白くないですし、今考えても本当にスト2の登場は衝撃的だったよね。ジャンルを作ったゲームだし、あれでビデオゲームの歴史が変わったと思うよ。スト2が数々のライバルを生み、そして育てた。そういえばテストモードってどうして外部に漏れたんですか？テストモードというとキャラの当たり判定とかが画面上に出るあれですか？そうです。スト2、ゲーム自体もすごく面白いんですけど、このテストモードの存在も大きくて、あれを見て多くのゲーム開発者が格闘ゲームがどういうものか分かったとか、格闘ゲームをどう作ればいいのか分かったと言ってたんですね。ああ、それは私も言われましたよ。笑い。ものすごく勉強になりました。で、それで私も良かったなって。良かったんですか？だってそれでゲーム業界のレベルが少しでも上がったんだとしたらすごくいいことじゃないですか。太っ腹だ。スト2ダッシュ左とスト2のポップ右のスト2のものは組み立てることで三角柱の形となる石黒賢一指定鏡。そうしているうちに雨のちのタケノコのように対戦格闘ゲームがそれこそ数えきれないほどリリースされることになります。その中で西谷さんがこれはやられたと思うようなゲームはありましたか？ありましたね。私初めてサムライスピリッツ1993年 SNK を見た時衝撃を受けましたよ。例えばグラフィックでこういう感じもあるんだとか、ゲーム面においてもスト2以上に各キャラがもっともっと差別化されていたりとか、武器があるというのも目新しかったですね。そうなんです。同じ対戦格闘というくくりでもゲーム性は全然違う。強切りでザキュッと切りつける時の気持ちよさとか、とにかく色々と新鮮で、ああ、こういった方向性もありなんだと目の前がパッと開けたような感じがしました。そういえば昔西谷さんとスト2の話をしていた時に聞いたんだけど、サムライスピリッツが出た時、あ、カプコンは終わったなって言ってましたよね。そうそう、覚えてます。私あの時岡本さんにこのままだと完全に負けますよって言ったんですよ。そこまで危機感があったんですか？本当にびっくりしたんですよ。サムライスピリッツのインストラクションカードとチラシ、怒りゲージが追加された石黒賢一指定鏡。他のタイトルはどうですか？カプコンのタイトルになってしまいますけど、ヴァンパイア1994年、カプコンもびっくりしたゲームですね。特にあの絵、あそこまでやるかと。ヴァンパイアだと開発の途中経過もご覧になっていたんですか？ちょこちょこ見せてもらってました。最初のデザインだけでも相当長い間、方向性を定めるために様々な試みをしていたんですね。デザインだけでも半年以上、試行錯誤が続けられていたような記憶があります。あとはガード状態をキャンセルして攻撃に転じられるとか。ヴァンパイアのインストラクションカードと告知チラシ、ガードキャンセルが行えるようになった石黒賢一指定鏡。そのあたりの企画面について他のタイトルの方とお話をしたりは？もちろん、いろいろとしましたね。特に当時はとにかくインカムを上げるためにはどうしたらいいのか。ぶっちゃけ1秒でも2秒でもいいからどこかを削りたい。そんな風に私を含めて企画の人間は考えていたんです。1秒でも2秒でも。格闘ゲームの場合、どこが削れるのか、いろいろ話していて、これはもうガードの時間を削るしかないかなと、そこから生まれたのがガードキャンセルだったという風に私は認識しています。上手くなるとプレイ時間が短くなるというのはいいですね。レースゲームと一緒ですよね。遊んでいる方も達成感があり、なおかつインカムも上がる。ウィンウィンです。笑い。あの当時って大人だけじゃなく子供も格闘ゲームにコインをバカスカ入れてたよね。達成感と悔しさとそういうものが入り混じった感情に支配されて、老若男女問わずにみんな夢中になってましたね。インカムがいいゲームで私が思い出すのは怒り1986年 SNK
とか、怒号総研、1986年、SNK、なんだけど、あれって2人同時プレイで友達の手榴弾でも死んだりして、笑い。そういう時、ムカついてついついコンティニューしてた、笑い。でも、スト2で、結構みんな納得してコインを入れていたような気がする。負けてすごい悔しいけど、心のどこかで納得してる。それがすごいなって。そう言っていただけると頑張った甲斐がありました。笑い。怒りと怒号総研のチラシ。キャッチコピーは俺が生き残るためなら相棒でも倒す。石黒健一氏提供。スト2はグラフィックも美しいだけではなく、当時としてはパターン数も多く、実にスムーズにキャラが動いていたと思います。あの多彩なキャラというのは、企画である西谷さんが美術チームにどれぐらい指示していたんですか？安田さんたちと一緒に設定はいろいろ考えましたね。ラフをたくさん描いていただいて、でもある程度の方向性が決まったら割と自由にデザイナーさんに描いてもらうような感じで進めましたね。エドモンド・ホンダのステージで銭湯のお風呂場がありますが、あれですね、背景担当の子がああいう案を出してきちゃった。これはなんだかすごいぞと笑い。 NG は出さなかったんですか？出さなかったですね。ちょっと豆情報があるんですけど、あの担当の人って女の子なんですけど、最近会って話を聞いたら、あれ以降はお風呂の出てくるステージは彼女が全部描いているって言っていました。笑い。お風呂専門。そうなんですよ。スト2はかっこいいには振らずに、どちらかというと笑いは全てに優先するという雰囲気すら感じますが。それはありますね。打ち合わせをしていても笑いを取ったら勝ちみたいな雰囲気は確実にありました。打ち合わせに勝ったり負けたりがあるんですか？ブランカもそうですね。ああいった風貌なんですけど、最初は肌色だったんですね。でそれをみんなで見ながら何か面白くないなと、それであれこれいじってみた結果、緑色の肌のブランカが上がってきて、なんだこれは、これいいよこれと笑い。それで決まってしまうという、そういうことが積み重なっていって、全員がとにかく面白いものを追求していくようになったんでしょうね。関西のノリなんでしょうね。そういう意味ではザ・キング・オブ・ファイターズ1994年 SNK とは真逆の位置にいるゲームかもしれませんね。あっちはみんなかっこいいじゃないですか。それに全員街にいそうだし、でもスト2のキャラは絶対どこにもいない感じがする。笑い。街には確かにいなさそうですね。ブランカとかいたら怖いし。そういえばスト2のぬいぐるみがありますけど、あるスタッフが中国に視察に行った時、現地の人にチュンリーみたいな人はいないのかと聞いたら、いるわけないだろと怒鳴られたとか聞きましたね。笑い。やっぱり中国でも本物のチュンリーはいないか。 UFO キャッチャーなどのプライズマシンで人気のあったぬいぐるみ、石黒健一氏提供。続編嫌いの西谷氏がなぜスト2ダッシュを手掛けたのか。話は変わりますが、西谷さんは続編をあまり作りたがらないそうですが、ストリートファイター2ダッシュは手掛けられていますよね。私すごい飽きやすい体質なので、でもスト2ダッシュは続編というつもりはなかったんですよね。と言いますと、私はぶっちゃけ納期を守らない男で笑い。それなのに企画マンの差がとしていつまでもゲームをいじって調整していたいという。スト2物置をオーバーしてもあれこれいじっていたんですけど、さすがにもう出さないとまずいということで発売することになったわけです。なるほど。で次のゲームのプロジェクトがスタートするまでに少し時間があるということで、私とメインプログラマーの子で勝手にいろいろ調整したりしてたんですね。趣味で。まあそういうことになりますね。笑い。そんなことをしていたら発売したスト2が非常に好調だと、それでちょっとバージョンアップしたものを出してもいいよみたいなことになって、それでこれは渡りに船だと。その調整バージョンがスト2ダッシュになったわけですね。ただ今でこそソフトのバージョンアップなんてネットワークもあるので当たり前のようにやっていますけど、当時は実は少し罪悪感があったんですね。罪悪感ですか？ちょっと技を変えただけの基盤を発売するのってなんだかいろんな人に悪いような気がしてしまって、そういう気持ちもあって、どうせ出すならもっといろいろ変えた方が喜ばれるに決まってると。それで四天王を追加するなど。そうなんですよ。今思うと大胆なことしてますよね。
笑い。で、そんなことしてるからまた時間がなくなって笑い。そもそも四天王とか操作する前提で技とかを考えているわけじゃないので大変でしたね。ストリートファイター2ダッシュターボには関わらなかったんですか？ターボは関わってませんね。でも最初その話を聞いた時私は反対したんですよ。そうなんですか。早くなったら絶対にゲーム性が変わっちゃうからやめた方がいいって主張してたんです。でも実際に遊べるようになってプレイしてみるとあのスピード感が刺激的で、おお何これすっげー楽しいって笑い。いきなり変わりましたか？その後スト2に戻ってみると、なんじゃこれは遅すぎて全然面白くないぞ、やっぱターボだなと笑い。西谷さん態度変わりすぎ。いやープレイヤーとしてそこは正直にならないと笑い。スト2ダッシュターボ持ち出しとルミネイト持ち出し、スーパーファミコン版の人気により食玩などの展開も石黒健一氏提供。続いてスーパーファミコン版のストリートファイター2についてもお伺いしたいのですが、こちら西谷さんも関わっているんですよね。補足、スーパーファミコン版1992年6月10日発売、スーパーファミコン初の16メガビットロムカセットで発売。アーケードの3割程度の容量。そうですね、やってます。となると西谷さん初めてのコンシューマゲームということに。ああ確かに言われてみればそうですね、気がつかなかった笑い。なぜコンシューマ版に関わることになったのでしょうか？当時はすでにアーケードと家庭用で部署が完全に分かれていたんです。なので普通なら関わることはないんですけど、さすがにスト2はカプコンとしても大きなタイトルだということで、岡本さんにこれはちょっと手伝った方がいいよと言われて、それで手掛けることになりましたね。移植作と入っても変なものが世の中に出たりするのがすごく嫌だったので。西谷さんは先ほどこのインタビューの前編で当時アーケードゲームからの移植とは名ばかりのゲームが加盟していたじゃないですか。あれが許せなくて許せなくて笑いとおっしゃっていましたよね。そうですね、だから手伝うことに異論はありませんでした。どうせやるならとことんまでやろうと。ハードが違うので全く同じとはならないでしょうけど、プレイ感覚をとにかく近づけようと考えましたね。どのあたりが一番苦労しましたか？まず処理速度が足りませんでしたね。だから操作線何本か分を切ったんじゃなかったかな。それは画面の上下を少し切ったということですか？そうです。だからアーケード版に比べて画面が少し横長になってるんです。あと大変だったのはやっぱり容量でしょうね。アーケード版にあるキャラのドット絵を全部入れることはできなかったので。似ている攻撃が一つの絵になっていたりしましたね。このキャラの弱キックと中キックは似てるから同じグラフィックにまとめてしまおうとか、そういう涙ぐましい努力を重ねてちょっとずつ容量を稼いでいったんですよ。でも絵は同じでも当たり判定まで同じだとそれは全く同じ技だなと思って、それはどうしても嫌だった。だから見た目とはちょっと異なるけど攻撃判定を違和感ない程度に変えたりしてます。かなりこだわって作られたんですね。家庭用チームとがっつり頑張りましたよ。容量が足りずにご苦労されたとのことですが、最後ベガを倒すとちゃんと各キャラ固有のグラフィックなどでエンディングが用意されていますよね。やっぱりあれは入れないとダメですもんね。僕実はスーファミ版の攻略本を作った関係でサンプルロムの段階から遊ばせていただいていたんですけど、最初はエンディングで固有のグラフィックが入っていなかったんです。ああそうでしたっけ。ゲーム部分以外はほとんど関わっていないのでそこは見てないな。例えばどんな感じになってるんですか？例えばブランカだとお母さんと再会して、そのアンクレットはという感じで足には待っているアンクレットをさっと見せるシーンがありますよね。はい、ありますね。あの時ブランカの立ち弱キックを使ってたり。あははは、似てる。確かに似てる。爆笑。あと最後ブランカがお母さんと抱き合うシーンはブランカの噛みつき攻撃のグラフィックが応用されていて。あははは、それいい。笑い。それみたいな。なんとか似ているグラフィックパターンを探してきてそれでエンディングを組んだんですね。ただ完成版のロムではちゃんと1枚絵に差し替えられていて、さすがに
このままはまずいってことになったんだと思います。でもそのバージョンが隠しとかで入ってたら楽しいですよね。それにしてもスーファミ版よくできてたよね。スーファミ版とかスト2ダッシュの家庭用がすごい売れたので、街のおもちゃ屋さんまでがなど未来のチュンリーのポップを置くようになったんですよね。それカプコンが送ってきたものですよね。そうです。本当は今日持ってこようと思ったんですけど、雨が降ってたから。持ってるんですか？笑い。あれでこれまではスト2ダッシュターボだったのがスト2ターボになったんですね。そうですね。ポップにもそう書いてありましたし。町のおもちゃ屋さんに送られ飾られた等身大看板、石黒圭一氏提供。サウンドコンポーザーインタビューをお届けしよう。下村陽子。ニックネーム T。 性別女性。役割音楽と音。好きなものアート、音楽、いちご、メロン、寿司、ゲーム、ショッピング、会話。リストは延々と続く。嫌いなもの、殺虫剤を使わざるを得ない虫。生年月日1967。出身地大阪。身長最近測ってない。体重最近体重を測りたくなくてわからない。血液型 A 型、誰も信じてくれない。星座天秤座。趣味長電話。現在の願望ストリートファイター2をクリアして完全にビデオゲームで遊ぶこと。自己紹介。幼い頃からピアノを習っていて、音楽こそが自分の進むべき道という強い信念を持っていました。しかしゲームに関してはカードゲームやボードゲームくらいしか知りませんでした。しかし初めてファミコンをプレイして私の人生は一変しました。うわあ、これめっちゃ楽しい。翌日プレイしすぎて腕が痛くなり、ピアノが弾けなくなってしまいました。昔はあそこは怪しいなどとゲーセンを鼻で笑っていたのに、今では南に繰り出しておしゃれな服の袖をまくり上げてゲーセンに颯爽と乗り込むような自分になってしまいました。相変わらずの清廉潔白なお嬢様ですけどね。下村さんはスト2のためにどんな曲を作ったんですか？ほぼ全部自分で作りました。それぞれの国をイメージしながら曲を作り、背景とマッチするように心がけました。ライフが少なくなると曲も速くなる。テンポも速くなるんですか？ああ、そうなんです。実はそのために全部別曲として作ったんです。最初はステージごとに1曲だけお願いしたんですが、後から戦闘中にテンポが速くなるとかっこいいよねと言ったら、そのアイデアが気に入ってもらえたんです。残念ながら曲数は倍になってしまいました。ストリートファイター2の声優ホンダの定番のドスコイというセリフは実は外国人が担当している。ダルシムのテーマは特に変な気がします。インドやパキスタンの音楽を集めた CD を持っているんですが、こんな音楽もあるんだと刺激を受けてチームに売り込むきっかけにもなりました。ちょっとやりすぎたかもしれないですけどね。意外と人気があって頭から離れない曲ですね。和のテーマには鼓も使われていますね。それを入れるとより日本的な感じになるかなと思ったんです。個人的にはドライブ中に聴きたいフュージョン系のサウンドが昔から好きで。声も好評ですね。あれは誰が担当したんですか？カプコンの方に声を出してもらって30人くらいの社員に声を取ってもらったんです。ごちゃ混ぜになって取った声の中からいい声を選んでという感じなんですが、もう誰が誰の声を担当したのかはわからないですね。英語の音声は発音が正確でないといけないので外国人の方にお願いしました。そういえばエドモンド・ホンダの「ドスコイ」のセリフも外国人の方が吹き替えをされていましたね。あれは日本人じゃなかったのですか？そうですね。あとは結局採用しなかったんですけど、スピニングバードキックって男性でファルセットで歌わせるっていうのもやってましたね。でもあれはオーディションで何人も応募して結局違うのになっちゃったんですよ。笑い。別のインタビューがある。楽曲はゲームの背景からイメージをかきたてて作るストリートファイター2、いわゆるスト2の音楽を手掛けられるきっかけみたいなことはどういうことだったのでしょうか？そうですね。割と当時はどのタイトルを誰が担当するとかいうのは決まってなくて、社内でとりあえず常に回っているので、
誰か手が空いた人が次にこのタイトルがあるんだけどみたいな感じでどんどん次に入っていっていた時にたまたまその時にスト2とあともう一つコンシューマーのタイトルどっちかをという話になったんですけど、私はもともとコンシューマーというかファミコンとかそっちの方をやりたかったところ、仲の良かった先輩がアーケードをやっていたんでアーケードを一緒にやらないと誘ってもらったのもあってアーケードに移りました。ここでコンシューマーに戻るのもなというのもあってそのままアーケードでスト2やりますという話になってやることになったんですよね。たまたまって感じです。その中で世界各国のいろいろなキャラクターが出て、そのキャラクターのテーマがあってという形で作っていかれるわけですよね。最初はキャラクターのテーマソングをみたいな話だったんですけど、私も経験不足なのもあってどうしようかなと思って入る時はゲームの画面とか絵は結構できてて動いている画面が割と見れたんですね。それを見て私がすごく印象的だったのは背景がいかにもって感じの各国のシチュエーションがあったこと。例えば中国だったら自転車に乗っている人がいて後ろにいる人が鶏を締めているといういかにもな感じがすごく面白かったので、この背景をイメージして曲を作りました。それが結果としてキャラクターのテーマみたいになるんだったらどうでしょうかねという話で。そういうご提案だったんですか？そうなんですね。だからどちらかというと背景をメインに作りました。日本人が想像したインドとかインドといえばこんな感じだよねみたいな。そうです。私もインドも中国も行ったことがないです。中国というとこんな音楽だというステレオタイプみたいなのがあるじゃないですか。なのでそういう感じの音楽にしてみようかなというので想像でしも村陽子が考えた曲なんです。笑い。いろいろなものを見てここだったらこんな音楽じゃないみたいな。そんな感じです。インドといっても実際にはインドの曲ではないと思うんですよね。ただインドの曲って聴こうと思ってもそうそう聴ける時代ではなかったので、会社にある資料で民族音楽とかもあったのでそういうので味わいを持たせた。日本といえば銭湯、インドといえばインド像、リアルでない外国のイメージが逆に面白い。そうですね。そういう面白おかしい想像の世界というのがもしかしたらこのゲームの一つの面白さであるのかなというのを思います。アマゾンの戦士ブランカのテーマができるまででは、そんな中ですごい苦労したキャラクターってありますか？例えばブランカというキャラクターがいるんですよね。ブランカはアマゾン出身で緑色の体でくるくる回ってビリビリしたりするんですよ。くるくる回ってビリビリ。ちょっとうまく説明できないですけど間違ってませんよね。笑い。電撃の攻撃があったり、言うなればちょっと原始人っぽい一応バックボーンというのがあって、幼い頃に両親と離れ離れになってアマゾンで親がいないまま育った、そういう設定なので人間というよりもちょっと野獣感があるっていう感じなんですかね。そういうキャラクターなんですよね。そもそもアマゾンに住んだからって体が緑にはならないと思いますけど、笑い。それがスト2の世界観の一つなのかなって。じゃあそこに音楽をつけろというのはなかなか難しい感じですよね。そうなんですよね。多分今それで音楽をつけろというと Amazon でもっと全然違う音楽だと思うので違う曲を作ると思うんですけど、その時この原始的な感じと Amazon っていうくらいだからコンガや太鼓などパーカッションが鳴っていてみたいな想像ですぐにリズムはできたんですけど、どうしてもそのリズムに乗せるメロディが思い浮かばなくて。ああ、メロディ難しいですよね。黄緑の人、後ろがアマゾン、どんなメロディがいいか最後の方まで出てこなくて。出てこないんですか？そうですね。いろいろなところでお話ししているのでご存知の方も多いかもしれないんですけど、私家から通勤指定で電車に乗っていて、電車の座席の上にある網棚と昔は言っていたんですけど、そこに本を置いたり荷物を置いたりしていましたね。そうです。それを何気なく通勤している時に見ていたら黄緑の紙袋があって、それを見て、ああこれブランカの色だなとそう思いながらそれを見ていたら急にメロディがふわっと出てきて、うわーこれ忘れないようにしなきゃと思って途中で乗り換えもあるんですけど、その間口の中でずっとメロディを口ずさむ、周りには聞こえないように口の中で口ずさむ。わかります？笑い。メモするか録音するか
その後は留守電に吹き込むとかやられていましたね。ちゃんと作曲を勉強されている方には本当にお恥ずかしいんですけど、これベースはラはナチュラルなんですけど、メロディはラはフラットという恐ろしい曲なんですよ。それでこれは本当に申し訳ないのですが、その後にこんなにスト2シリーズが続くとは思わなくて笑い。カプコンの方がいろいろな形でアレンジされていっていると思うんですけど、その度に本当にやりにくい曲でごめんなさいと思って笑い。なるほど。6、2P プレイ台発祥の地。貴重な証言がある。僕が初めて見たスト2対戦専用台は熊本のゲームプラザ枠さんというお店にあったものです。これは2台の筐体をつなげた通信対戦台ではなく、1台に 1P と 2P それぞれのレバーとボタンがついているものでしたが、基盤の設定を 2P スタートボタンが押された場合、1クレジットにつき1対戦とした上で、1P 側のスタートボタンを物理的になくしてしまい、対戦プレイしかできないようにしたものでした。その後、福岡市内のモンキーハウス現在見られるようなキャビネット筐体2台を利用した通信対戦台が作られました。あれはもともとゲーセン発祥で、その後メーカーが正式に採用したものなんです。福岡だと1991年の初夏ぐらいにはスト2の通信対戦台が広く普及していましたが、都内では僕が上京した1992年春の段階でもまだ対戦車元もの札を掲げて対戦する店舗がほとんどでした。このように複数の証言から吸収発の可能性が高い。7、僕たちにとってストリートファイター2はどんな存在だったのか。1991年3月稼働。とんでもないゲームが出たと片田舎の学校で話題になった。ゲームセンターへ訪れるとものすごい人だかりと熱狂があった。ストリートファイター2だった。まず驚いたのが豊富なアニメーションだった。僕はブルース・リーが好きだった。それまでのゲームは停止するとキャラクターは止まる。それがモニターの中で生きてるように細かいアニメーションで動いていた。静止状態だけで6枚のキャラクターデータがあった。様々なキャラクターがいたがやはりチュンリーだろう。それまでのゲームの女性キャラは助けに行く対象メイン、または主役でも華奢なイメージだった。それが太い足と手の物騒なリングで大男を吹き飛ばしていた。僕は相変わらずのゲーム下手でコマンド入力もままならずガチャガチャするだけだった。当然上級者に乱入されて秒で僕の100円は消えていくのである。それから1年後、スーパーファミコンへ移植される。今見ると違うところは当然あるが、当時はアーケードそのままの移植と思った。頑張って昇竜拳と波動拳のコマンド練習に励んだ。友人たちと泊まり合って技を磨いたものである。僕にとってのストリートファイター2はスーパーファミコンのパッドでプレイするものだった。後にも先にも対戦で夜通しプレイしたのはストリートファイター2くらいだった。それからネオジオからも格闘ゲームの名作が多数誕生する。初めて 3D を持ち込んだバーチャファイターも発売された。最初は 2D がメインだったのが徐々に 3D へシフトしていった。そして格闘ゲームはもう上級者同士の戦いになっていた。素人に手に負えるものではなくなっていた。スーパーファミコン時代は上手い下手関係なくみんな買ってプレイしていた。そしてみんな大人になりゲームから離れる。それでもメーカーは名作をリリースし、ファンに愛された。小さなゲームセンターの出来事が世界大会やプロゲーマーというものを生み出した。時は流れ2024年。ストリートファイター2発売から33年経っていた。ゲームセンターは UFO キャッチャーで埋め尽くされている。メガドラミニで息子に良いところ見せようとしてもコマンドが入らない。当然四天王までもたどり着けない。無念である。ただあの頃一緒にプレイした仲間たち、長いこと会っていないが、もう一度駄菓子屋の脇に併設された50円でプレイできたストリートファイター2をプレイできたらと願う。今回の動画はここで終わりです。相変わらず長い動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどいただけますと、次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。